日本で株証券系アナリストになるには、仕事内容と役割を徹底解説、外国人材向けキャリアガイド。日本の金融市場で活躍する株証券系アナリストとは、仕事内容、市場分析、企業評価などの業務詳細から、投資家に与える重要な役割までを網羅。外国人材が日本でキャリアを築くためのプロフェッショナルガイドです。東京市場の羅針盤を目指すあなたへ。東京証券取引所 TSE の活気、そして世界第3位の経済大国である日本。このダイナミックな市場の中心で、知的な興奮と高収入が得られるキャリアを夢見たことはありませんか？もしあなたが数字の裏にある物語を読み解き、投資家の意思決定を左右する存在になりたいのなら、株証券系アナリストはまさに天職かもしれません。しかし、外国人の皆さんにとって、日本の金融業界は敷居が高い日本語での分析は難しすぎるという不安も大きいでしょう。安心してください。この記事では、10年以上のキャリアを持つ私が、株証券系アナリストという仕事の本質、デフィニション、具体的な業務内容、ジョブコンテント、そしてその社会的役割、ロールについて、現場の視点を交えてわかりやすく解説します。まずは、この仕事が一体何をするものなのか、その定義から紐解いていきましょう。1、株証券系アナリストとは、市場の未来を予測する専門家。一言で言えば、株証券系アナリストとは、金融市場における翻訳者であり、予報士です。膨大なデータ、複雑な経済指標、そして企業の財務諸表。これら無機質な情報の羅列から意味を見出し、投資家に対して今何をすべきかという明確な答えを導き出すのが彼らの使命です。日本の金融業界において、アナリストは主に以下の役割を担います。市場分析、日本経済新聞やブルームバーグ端末から流れるニュースを読み解き、市場のトレンドを把握します。企業分析、トヨタやソニーといった大企業から、新興のスタートアップまで、企業の稼ぐ力を徹底的に解剖します。投資判断の提供、買い売りホールドの格付け、レーティングを行います。レポート作成、自身の洞察を論理的なレポートにまとめ、顧客へ発信します。トレンド予測、マクロ経済や政治動向、例えば日銀の政策決定などが市場にどう影響するかを予測します。彼らの分析一つで株価が大きく動くことも珍しくありません。それほどまでに、アナリストの影響力は絶大です。プロの視点、日本では、証券会社に所属するセルサイドアナリストと、資産運用会社に所属するバイサイドアナリストに大別されます。どちらを目指すかによって、キャリアパスは大きく異なります。2、株証券系アナリストの仕事内容、データ分析から対人折衝まで。アナリストはずっとパソコンの前に座って計算しているだけと思っていませんか？それは大きな誤解です。彼らの業務は驚くほど多岐にわたります。ここでは具体的な6つの主要業務を見ていきましょう。1、市場調査と分析。ここが仕事の出発点です。GDP 成長率、完全失業率、インフレ率、CPI などのマクロ経済指標を分析し、日本市場、あるいは世界市場がどちらの方向へ向かっているのかを見極めます。日本の市場は、米国市場や為替、円安円高の影響を強く受けるため、グローバルな視点が不可欠です。2、企業評価。アナリストの腕の見せ所です。企業の決算書、財務諸表を読み込みます。損益計算書、PL 企業がどれくらい利益を出しているか。
貸借対照表 BS 企業の財産状態は健全か。キャッシュフロー計算書 CF 現金の流れはどうなっているか。これらを分析し、その企業が業界内でどの程度の競争力、もうと思っているか、将来どれくらい成長するかを評価します。3予測モデルの構築。Excel や専門ツールを駆使して、将来の業績をシミュレーションします。もし円安が進行したら、もし原材料費が高騰したら、といったシナリオ分析を行い、あらゆる可能性を数値化します。4投資判断の提案。分析結果に基づき、投資家へ具体的なアクションを提案します。単に良い会社ですというだけでは不十分です。現在の株価は割安であるため、買い推奨といったように、リスクとリターンを明確に示した論理的な提案が求められます。コレポート作成。どれほど素晴らしい分析も伝わらなければ意味がありません。アナリストレポートには、企業分析、業界動向、マクロ経済の影響などを網羅的に記述します。日本語での高度なライティングスキルが求められる部分ですが、外国人アナリストの場合、海外投資家向けに英語レポートを書く需要も非常に高く、ここが皆さんの大きな強みになります。6プレゼンテーションと情報収集。実は、アナリストは足で稼ぐ仕事でもあります。取材、企業の経営陣、CEO や CFO に直接インタビューし、数字には現れない経営戦略を聞き出します。プレゼン、機関投資家に向けて自分の投資アイデアをプレゼンテーションします。3株証券系アナリストの役割、投資家の道しるべとなる。なぜ AI が発達した現代でも人間のアナリストが必要とされるのでしょうか。それは彼らが単なる計算機ではなく、不確実な未来に対する道しるべ、ガイドとしての役割を果たしているからです。情報提供者としての価値。現代は情報過多の時代です。投資家はノイズ、雑音に埋もれています。アナリストは膨大な情報の中から真に価値のある情報だけを選別し、客観的かつ専門的な視点で解説します。市場分析と企業評価のプロ。株式市場のトレンドを読み、個別企業の適正価格を算出する。これは市場の効率性を保つためにも不可欠な機能です。アナリストが正確な評価をすることで、良い企業には資金が集まり、経済全体が成長します。リスク管理のパートナー。投資に絶対はありません。だからこそ、アナリストはリスクを可視化します。この投資にはどのような危険が潜んでいるか、最悪の場合どうなるかを事前に提示することで、投資家の資産を守る盾となります。長期的な視野の提供。市場は短期的なニュースで乱高下します。しかし、アナリストは目先の動きに惑わされず、企業の持続可能性、サステイナビリティや成長性を見据えた長期的な戦略を提案します。近年では ESG 投資、環境・社会ガバナンスの観点も非常に重要視されています。高い専門性と人間力が求められる仕事。株・証券系アナリストは、高度な金融知識、データ分析スキル、そして経営陣や投資家と対話するコミュニケーション能力が必要とされる、非常にハイレベルな職業です。しかし、その分だけやりがいは大きく、自分の分析が日本経済を動かす一端を担うという興奮は、他では味わえません。特に、グローバルな視点を持つ外国人材にとって、日本の金融市場は独自の価値を発揮できるブルーオーシャンになり得ます。難しそうと諦める前に、まずはその第一歩を踏み出してみませんか？次回のセクションでは、皆さんが最も気になる
株証券系アナリストの年収と給与事情についてリアルな数字を交えて解説します。4. 株証券系アナリストに求められる資質、数字への愛とそれ以上の人間力。数学が得意ならアナリストになれるというのは半分正解で半分間違いです。トップクラスのアナリストは数字を扱う冷静な頭脳とプレッシャーに耐え抜くタフな精神力、そして人を動かすコミュニケーション能力を兼ね備えています。日本市場で成功するために必要な資質を3つの側面に分けて整理しました。1. アナリストの頭脳。高度な分析能力と論理的思考、財務諸表の数字をただ追うだけではありません。なぜ売上が伸びたのか。この数字の裏に隠されたリスクは何かを論理的に分解する力が求められます。複雑な事象をシンプルに解きほぐすパズル解決能力のようなものです。深い市場理解、マクロ経済、円安インフレから業界特有のニッチなトレンドまで幅広い知識の引き出しが必要です。常にアンテナを張り巡らせる好奇心と探求心が分析の深さを決めます。2. アナリストの言葉。伝える力、ここが最も重要と言っても過言ではありません。難解な分析結果を専門知識のない顧客や忙しいファンドマネージャーに分かりやすく短時間で伝える必要があります。特に日本では空気を読むコミュニケーションやクライアントとの信頼関係構築、リレーションシップビルディングが重視されます。チームワーク、アナリストは一匹狼に見えますが、実はチーム戦です。営業、セールストレーダー、エコノミストと連携し、組織として最良のアウトプットを出す協調性が求められます。3. アナリストの心。ストレス耐性と適応力、市場は生き物であり、時に暴落や急騰といった予期せぬ動きをします。巨額の資金が動くプレッシャーの中で冷静さを保ち、状況変化に即座に対応する柔軟なメンタルが必要です。高い倫理観と誠実さ、インサイダー取引などの不正は絶対に許されません。投資家の資産を左右する情報の担い手として、高い職業倫理、プロフェッショナルエシックスを持つことが長期的な信頼、キャリアの寿命に直結します。プロからのアドバイス、面接では失敗した時にどう対処したかをよく聞かれます。これは市場が予測と逆に動いた時のストレス耐性と誠実さを見られているのです。5. 株証券系アナリストになるには未経験からプロになるためのロードマップ。では、具体的にどのようなステップを踏めば、日本でアナリストとしてデビューできるのでしょうか。ここでは、学歴、資格、そして就職活動の戦略的なアプローチを解説します。ステップ1、教育背景を整える。学士号必須です。専攻は経済学、商学、経営学、金融、会計が王道ですが、理系、数学、物理、工学、出身者もその数理能力、クアンテテーティブスキルズが高く評価されます。修士号 MBA 必須ではありませんが、強力な武器になります。特に外資系証券会社や大手資産運用会社を目指す場合、MBA ホルダーは有利に働きます。また、日本の大学院で金融工学を学ぶことも一つのルートです。ステップ2、資格を取得する。ここが外国人材にとっての最大の関門であり、チャンスでもあります。A、日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA。日本国内で活動する場合、事実上の必須資格です。内容、日本の金融システム、法規制、財務会計などを日本語で深く学びます。重要性、日系大手証券会社では、
入社後に取得を義務付けられることがほとんどです。これを取得していると、日本市場への本気度と高い日本語力の証明になります。B、米国証券アナリスト CFA。世界で通用する金融パスポートです。内容すべて英語での試験。難易度は非常に高いです。戦略、もしあなたが日本語に少し不安がある場合でも、CFA を持っていれば評価は一変します。特に外資系企業や海外投資家を相手にする部署では、CMA 以上に評価されることもあります。ステップ3、実務経験とスキル磨き。インターンシップ、日本の就職活動において、インターンは採用直結型が増えています。証券会社のリサーチ部門や投資銀行部門、IBD のインターンに参加し、現場の空気を肌で感じることが重要です。ツールの習得、Excel は呼吸をするように使えるレベルが求められます。VBA ができれば久吉し。最近では、Python や R 言語を用いたデータ分析スキルを持つ人材の需要も急増しています。ステップ4、ネットワーキングと就職活動。人脈づくり、LinkedIn だけでなく、業界のセミナーや大学の応募訪問を活用しましょう。日本の金融業界は意外と狭く、人脈が転職やキャリアアップの鍵になることが多いです。履歴書、日本独自の履歴書と職務経歴書の書き方をマスターする必要があります。なぜ日本でアナリストをしたいのかという志望動機をあなたのバックグラウンドと絡めて論理的に説明できるように準備してください。まだ終わりではありません。アナリストへの道は資格を取って終わりではありません。それはあくまでスタートラインに立つための入場券です。厳しい道のりに見えますか？確かに簡単ではありません。しかし、その先には世界経済の最前線で戦う刺激的な日々が待っています。次のセクションでは、皆さんが最も気になるであろう、アナリストの具体的なキャリアパスと将来性について掘り下げます。未経験からスタートして、将来的にヘッジファンドマネージャーや CFO を目指すことは可能なのか。その真実に迫ります。キャリアの全体像が見えてきたところで、次はさらに具体的かつ実践的な行動計画に落とし込んでいきましょう。いつ、何をすべきか。どれくらいお金がかかるのか。試験はどれくらい難しいのか。これらの疑問は、日本での生活設計に関わる切実な問題です。ここでは、高校卒業からプロのアナリストになるまでの標準的なロードマップ、フローチャート、必要な教育投資、学費、そして立ちはだかる資格の壁、難易度について包み隠さず解説します。これは単なる情報ではなく、あなたの人生への投資計画書です。6. 高校からプロへ、キャリアパスの全体像。アナリストへの道は一朝一夕ではありません。長期的な視点でスキルを積み上げる必要があります。以下は、プロフェッショナルたちが歩んできた王道のルートです。進路フローチャート。フェーズ1、基礎構築期、ハイスクール。アクション、ビジネス経済ニュースに関心を持つ。スキル、数学、特に統計確率と英語の基礎を固める。フェーズ2、専門性磨きと進路選択、ユニバーシティ。学部選択、経済学部、商学部、経営学部が王道。理系、数学科、物理学科からの転身も強みになる。アクション、1対2年次、簿記、ブッキーピング、や FP で基礎固め。3年次、インターンシップに参加、証券会社、銀行、投資ファンド。ここでの人脈が鍵。4年次、卒論でデータ分析スキルを証明する。
フェーズ3、プロへの助走、グラジュエートスクール、オプショナル。オプション、より高度な専門職、クオンズなどを目指すなら、大学院で金融工学や経済学修士を取得。MBA はキャリア中盤での取得も一般的。フェーズ4、キャリアスタート、エントリーレベル。ジョブ、証券会社のリサーチ部門や資産運用会社に入社。最初はジュニアアナリストとしてシニアの補佐を行う。マスト、入社後すぐに証券アナリスト資格 CMA の勉強を開始。フェーズ5、継続的成長、プロフェッショナル。ゴール CMA 取得後、国際資格である CFA に挑戦。ロール、独自の担当セクターを持ち、投資家へ自分の名前でレポートを発信する。7、投資対効果を考える、学校選びと学費のリアル、エデュケーション&コスト。アナリストになるための教育は、あなたの将来への投資です。日本の大学事情、特に国公立と私立の学費格差を理解しておくことは、資金計画において非常に重要です。学部大学院別学費目安表、アニュアルチューイションガイド。下記表のように、日本では国公立大学の学費が非常にリーズナブルであることが特徴です。外国人材へのアドバイス、日本の大学には、留学生向けの授業料減免制度や奨学金が充実しています。成績優秀であれば、学費が全額または半額免除になるケースも少なくありません。必ず入学前にチェックしましょう。8、資格と試験の難易度、プロへの登竜門、ウァイフィケーションズ&デフィカルティ。アナリストとして認められるためには、実力だけでなく資格という証明書が必要です。ここでは、主要な2つの資格と、その攻略難易度について解説します。1、日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA。日本の金融業界で働くためのパスポート。概要、日本市場のルール、会計基準、経済分析を日本語で学びます。試験構成、第一次レベル、3科目、経済、財務分析、証券分析。基礎知識を問う。第二次レベル、総合問題。論述式が多く、実務能力が問われる。難易度、2つ星、日本人基準、4つ星、外国人基準。日本人にとっては努力すれば受かるレベルですが、外国人にとっては専門用語の日本語読解が最大の壁となります。しかし、これを突破すれば日本語で高度な金融業務ができるという最強の証明になります。合格率、第二次試験で約45から50% 程度、受験者はすでに一次を突破した猛者ばかりなので、数字以上にハイレベルです。2、米国証券アナリスト CFA。世界で通用するゴールドスタンダード。概要、英語で行われる世界統一試験。外資系企業や海外株を扱う部署では CMA より重視されることもあります。試験構成、レベル1、2、3の3段階。難易度5つ星、最難関。金融界で最も過酷な試験の一つと言われます。各レベルの合格率は 30% から 50% 程度ですが、脱落者が非常に多いです。推奨勉強時間は各レベル300時間以上。働きながら取得するには、相当な覚悟とタイムマネジメントが必要です。その他の足がかり資格。いきなりアナリスト資格が難しい場合、まずは理科から始めるのが賢い戦略です。日商簿記検定2級以上があれば、財務諸表を読む基礎力が身につきます。外国人材が持っていると数字に強く、日本の商習慣も理解している
と高く評価されます。FP、ファイナンシャルプランナー、個人の資産運用が中心ですが、金融商品の幅広い知識が得られます。道は険しいが、登る価値はある。フローチャートや試験の難易度を見て、自分には無理かもしれないと尻込みしてしまいましたか？安心してください。現在活躍しているトップアナリストたちも最初は全員素人でした。重要なのは正しい場所、学校で正しい知識、資格を正しい順番で身につけることです。特に日本市場は努力して資格を取得した人材を公正に評価する土壌があります。このロードマップをコンパス代わりにして最初の一歩を踏み出してください。次は実際にアナリストとして働いた場合、どのような生活が待っているのか。激務の噂は本当か？ワークライフバランスの実態について、きれいごと抜きの本音でお話しします。キャリアの計画、そして学習への投資について理解を深めたところで、いよいよ皆さんが最も関心を寄せているであろうトピック、お金と将来の話に移りましょう。このセクションでは、日本の金融業界におけるリアルな給与事情、AI 時代におけるアナリストの生存戦略、そして外国人の皆さんが狙うべき具体的な就職先について、データを交えて解説します。9. 株・証券系アナリストの年収・給料、日本の平均をはるかに超える報酬。単刀直入に言います。株・証券系アナリストは、日本の全職種の中でもトップクラスの高収入が得られる職業です。しかし、その給与体系は基本給とボーナスの2階建て構造になっており、実力によって天と地ほどの差が開きます。ここでは、キャリアステージごとの年収目安を整理しました。下記、表は経験年数別年収目安テーブル。プロの視点、外資系 vs 日系。ここで重要な見えないルールをお伝えします。日系大手、野村、大和など年功序列の色が残りますが、雇用は安定的です。福利厚生、家賃補助などが手厚いのが特徴。外資系、ゴールドマン・サッハズ、モーガン・スタンリーなど日系の 1.5 倍から2倍の年収が提示されることも珍しくありません。ただし、成果が出せなければ即解雇、アップオーアールアウトという厳しい世界です。ボーナスのマジック。アナリストの年収を語る上で、ボーナスは無視できません。トップクラスのアナリストになれば、ボーナスだけで年収の 50% から 100% に達することもあります。つまり、あなたの分析が投資家を儲けさせれば、その分だけ自分に返ってくるのです。10. 現状と将来性、AI に仕事を奪われるのか。AI が発達すれば、アナリストは不要になるのでは？これは多くの志望者が抱く不安です。しかし、結論から言えばノーです。ただし、求められる役割は劇的に変化しています。AI との共存、CO Existence with AI。従来のデータの集計や単純な財務分析は確かに AI にとって変わられるでしょう。しかし、AI にはできない領域があります。経営者の本音を探るインタビューを通じて、数字に現れない経営者の情熱やリスクを感じ取る能力。非財務情報の解釈、政治的な駆け引きや地政学リスクの判断。これからのアナリストは AI をツールとして使いこなし、そこから独自の洞察、インサイトを導き出す能力が求められます。外国人材にとっての追い風、ESG とグローバル化。ここに皆さんのような外国人材にとっての大きなチャンスがあります。ESG 投資の拡大、環境、エンバイロメント社会、ソーシャルガバナンス
を重視する投資が急増しています。欧米の進んだ ESG 基準を理解している人材は、日本市場で非常に重宝されます。グローバルクロスボーダー分析、日本企業も海外展開を加速させています。海外の市場動向や商習慣を肌感覚で理解しているグローバルな視点は、日本人アナリストにはない強力な武器、エッジになります。11、株・証券系アナリストの就職先、狙うべき3つの主要フィールド。アナリストといっても、働く場所によって役割やカルチャーは全く異なります。ここでは、代表的な就職先を3つのカテゴリーに分類し、実名を挙げて紹介します。1、証券会社・投資銀行、セルサイド。投資家に情報を売る側、セルサイドです。皆さんがイメージするアナリストの多くはここに属します。主な企業、野村証券、大和証券、SMBC 日興証券、みずほ証券、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレーなど。特徴、激務ですが、華やかで知名度が高く、給与水準も最高峰です。多くの人がここからキャリアをスタートさせます。2、資産運用会社ヘッジファンド、バイサイド。実際に資金を運用する側、バイサイドです。主な企業、野村アセットマネジメント、ブラックロックジャパン、フィデリティ投信など。特徴、証券会社のアナリストレポートを参考にしつつ、独自の調査を行います。セルサイドに比べて、比較的ワークライフバランスが取りやすい傾向にあります。近年、優秀なアナリストがこちらへ転職するケースが増えています。3、その他、PE ファンド、コンサル、事業会社。アナリストのスキルは、金融以外でも高く評価されます。プライベートエクイティ、KKR やカーライルなど。未上場企業の分析を行います。超難関ですが、リターンは莫大です。経営コンサルティング、マッキンゼーや BCG など。企業分析のスキルを経営戦略に応用します。あなたの強みを日本市場で高く売ろう。株・証券系アナリストは確かに狭き門です。高い専門性、語学力、そして強靭な精神力が求められます。しかし、これほどまでに個人の知的能力がダイレクトに高収入や市場への影響力に結びつく仕事は他にありません。特に日本語と母国語、そしてグローバルな感覚を持つ皆さんは日本市場において希少価値の高い人材です。自信を持ってください。まずは自分がセルサイド、証券会社に向いているのか、バイサイド、運用会社に向いているのかを考えるところから始めてみましょう。光と影。どのような職業にもその両面が存在します。前回のセクションでアナリストという仕事の輝かしい報酬ややりがいについてお話ししましたが、ここで話を終わらせては不誠実でしょう。高い年収やステータスの裏には相応の代償と厳しさがあります。特に異国の地である日本でこの職に就く場合、そのプレッシャーは倍増するかもしれません。ここでは、綺麗事抜きのアナリストの辛い現実と、それでもなおこの仕事を楽しみ、生き残りれるのは、どのような人、適性なのかを徹底的に解剖します。14、覚悟はありますか？株・証券系アナリストの辛いこと大変な現実。年収1000万円超えという甘い言葉の裏には、想像を絶するハードワークが存在します。多くの若手が、その重圧に耐えきれず業界を去っていくのもまた、紛れもない事実です。一逃げ場のないプレッシャーと責任。アナリストの仕事で最も精神を削られるのは、他人の財産を左右するという重圧です。
あなたの買水証を信じて投資した顧客が巨額の損失を出してしまったとき、あなたはその責任を感じずにいられるでしょうか。絶対解がない数学と違い、投資に正解はありません。どれほど緻密に分析しても予想が外れることはあります。ミスの許されない世界、すいません、計算間違えましたでは済まされません。一つのミスが数十億円の損失や証券会社の信用失墜につながります。二市場という気まぐれな魔物との付き合い。アナリストはコントロール不可能な不確実性と常に戦わなければなりません。外部要因の恐怖、完璧な企業分析をしていても、海外の政治家の発言、突然の自然災害、中央銀行のサプライズ発表一つで株価は暴落します。終わりのない情報収集、土日や祝日であっても、海外市場は動いています。週末にゆっくり休むという感覚は、決算期、繁忙期には捨てなければならないこともあります。惨劇務とワークライフバランスの欠如。特に外資系や大手証券会社の決算シーズン、4月から5月、10月から11月頃は激務そのものです。長時間労働、朝7時の会議に始まり、夜はニューヨーク市場が開くのを待ってレポートを書く。睡眠時間を削って働く体力勝負の一面があります。スピード勝負、重要なニュースが出れば、数分以内にコメントを求められます。常にオンの状態を強いられる緊張感は、精神的な疲労を招きやすいです。4終わりのない勉強地獄。アナリストになったら勉強は終わりではありません。むしろ、そこからが本当の勉強の始まりです。CMA や CFA の資格勉強はもちろん、新しい会計基準、AI 技術、地政学リスクなど、アップデートすべき知識は無限にあります。休日に図書館にこもって専門書を読み漁ることが苦になる人には、この仕事は続きません。15. あなたは向いている？株、証券系アナリストの適性診断。これほど過酷な環境でも生き生きと活躍し続ける人たちがいます。彼らに共通する DNA、資質とは何でしょうか？以下のチェックリストで自分がアナリストに向いているかを確認してみましょう。論理的思考力。なんとなく上がりそうという感覚は通用しません。なぜを5回繰り返し、すべての事象をロジックで説明できる能力が必須です。感情に流されず、ファクト、事実に基づいて冷徹に判断できる人が勝者となります。飽なき知的好奇心。トップアナリストは良い意味でのオタクです。なぜこの商品は売れているのか。この会社の社長の経歴にはどんな意味があるのか。気になったら調べずにはいられない。世の中の森羅万象に対して興味を持ち、深く釣りすることに喜びを感じる探求心が独自性のあるレポートを生み出します。高のメンタルとストレス耐性。予想が外れて顧客に怒鳴られても、上司にレポートを突き返されても、翌日にはケロッとして次の分析に迎える切り替えの速さが必要です。市場の変動に一喜一憂せず、常にフラットな精神状態を保てる鈍感力も実は重要な才能です。コミュニケーション能力と誠実さ。アナリストは実はサービス業です。伝える力、難しい専門用語を専門外の人にもわかる言葉で説明する翻訳能力。誠実さ、都合の悪い情報も隠さずに伝える透明性。特に日本では信頼関係がビジネスの根幹です。この人の言うことなら信じられると思わせる人間力が最終的な評価を分けます。変化を楽しむ柔軟性。超冷母会、
朝言った命令が夕方には変わることは、市場では日常茶飯事です。一度決めた見通しに固執せず、新しい事実が出れば柔軟に考えを修正できる素直さと適応力が求められます。それでも目指す価値がある理由、脅かすようなことばかり書きましたが、これらはすべてプロフェッショナルとしての対価です。高い壁があるからこそ、それを乗り越えた先には、他の職種では絶対に見られない景色と圧倒的な成長が待っています。もしあなたが知的好奇心と負けず嫌いな心を持っているなら、この厳しささえもゲームのように楽しめるはずです。いよいよ採用面接の核心部分である志望動機と入社後のリアルな生活について掘り下げます。特に外国人材が日本企業で採用を勝ち取るためには、単なる金融への興味だけでなく、なぜ日本なのか、なぜあなたなのかという問いに答える強力なストーリーが必要です。また、生活面では、金融業界特有の朝型生活や決算期の修羅場について包み隠さずお伝えします。16. 面接官をうならせる志望動機の作り方、外国人材の強みを生かす。なぜ株証券系アナリストになりたいのですか？この質問に対し、お金が好きだから分析が得意だからと答えるだけでは、何百人もいるライバルの中に埋もれてしまいます。採用担当者が探しているのは、独自の視点と熱意です。ここでは、外国人材が使うべき3つのキラーストーリーを紹介します。1、架け橋としての役割。これが最強のカードです。例文の方向性、私は母国の投資家に対し、日本企業の隠れた魅力を正しく伝えたいです。言語と文化の壁を越えて、日本の良い企業に世界から資金を呼び込む架け橋になりたいと考えています。ポイント、日本語と母国語、英語や中国語などのバイリンガルであることを単なるスキルではなく使命感としてアピールします。二実体験に基づく課題解決。例文の方向性、以前、日本の何々という企業の株を分析した際、素晴らしい技術があるのに海外での認知度が低いことに歯がゆさを感じました。アナリストとして、数字の裏にある企業の真の価値を発掘し、市場に正当に評価させたいです。ポイント、具体的なエピソードを入れることで、説得力が飛躍的に高まります。3、知的好奇心と社会貢献。例文の方向性、変化の激しい日本市場において、複雑なデータを読み解き、投資家が迷わずに判断できる羅針盤を提供することに、プロとしての最大のやりがいを感じます。ポイント、自分の成長だけでなく、他者、顧客社会への貢献を強調することで、プロフェッショナルな姿勢を示せます。履歴書作成のヒント、日本の履歴書や職務経歴書では、志望動機欄の文字数は限られています。結論から書き出し、具体的なエピソードを一つだけ盛り込むのがコツです。17. 雇用形態と働き方、安定か自由か。日本でのキャリアを考える上で、雇用形態の選択はビザ、在留資格にも関わる重要な問題です。1、正社員。基本、アナリストの9割以上はこの形態です。メリット、雇用が安定しており、ビザの更新も容易です。ボーナス、社会保険、退職金などの福利厚生が充実しています。デメリット、転勤や部署移動の可能性があります。ただし、専門職であるアナリストは移動が少ない傾向にあります。未契約社員、派遣社員。ケース、アシスタント業務や特定のプロジェクトベースでの採用。注意点、未経験から業界に入る入り口としては有効ですが、契約期間の定めがあるため、
長期的には正社員への登用を目指すべきです。3フリーランス独立系。ケース、豊富な経験を持つシニアアナリストが独立するケース。現状、日本ではまだ少数派です。まずは組織で名前を打ってから検討するキャリアパスです。働き方の現在地、ハイブリッドワークの定着。金融業界は伝統的に対面重視でしたが、ここ数年で劇的に変わりました。ハイブリッド勤務、週3日出社、週2日リモートといったスタイルが定着しつつあります。ただし、重要な会議や情報漏洩リスクの高い業務を行う際は、オフィス出社が必須となるケースが多いです。ブルームバーグ端末がオフィスにしかない場合も多いため、完全リモートは難しいのが現状です。18、勤務時間と休日生活、金融マンのリアルな24時間。アナリストはいつ寝ているの？そんな疑問に答えるべく、典型的な1日のスケジュールと季節ごとの繁忙サイクルを公開します。アナリストの1日。アナリストは完全な朝型の仕事です。6時30分出社、情報収集、誰よりも早く出社。ニューヨーク市場の引けを確認し、夜間のニュースをチェック。7時30分朝会、営業部隊、セールスに向けて、今日の推奨銘柄や市場見通しをプレゼン。ここが勝負どころです。9時市場オープン、モニターに張り付き、株価の動きを監視。10時から15時調査、取材、企業の決算説明会に参加したり、経営陣への取材、IR ミーティングを行います。15時市場クローズ、16時から19時レポート執筆、取材内容や市場の動きをまとめ、レポートを作成。20時退社、繁忙期は深夜になることもあります。年間の繁忙サイクル、決算期という祭り。アナリストには1年のうちに4回、猛烈に忙しい時期が訪れます。それが決算期です。繁忙期、4月下旬から5月中旬、本決算、7月10月1月、四半期決算。この期間は、1日に何社もの決算発表が重なります。レポートを即座に出す必要があるため、残業が月80時間を超えることも珍しくありません。この時期はデートも旅行も諦めるというのが業界の常識です。換算期、決算期以外は比較的落ち着いており、有給休暇を取って長期旅行に行くことも可能です。オンとオフの切り替えが非常に激しいのが特徴です。休日とワークライフバランス。土日祝休日、株式市場、TSE が閉まっているため、カレンダー通りの休みです。情報のデトックス、休日は完全に仕事を忘れる人もいれば、リラックスしながら専門書を読む人もいます。ストレスをためないために、ジム通いやサウナなどで脳を休める習慣を持つ人が多いです。19、求人・就職の最前線、需要は高いが、競争はレッドオーシャン。日本でアナリストになりたいと思ったとき、最初に直面するのは市場の現実です。結論から言えば、アナリストの求人は安定した需要がありますが、その席をめぐる争いは非常に激しいのが特徴です。活況な市場と売り手市場の嘘。株式市場が好調なとき、ブルマーケット証券会社やヘッジファンドは採用を活発化させます。しかし、誰でも採用されるわけではありません。即戦力の奪い合い、経験豊富なシニアアナリストは、各社が喉から手が出るほど欲しがっており、ヘッドハンティングが日常茶飯事です。新卒未経験の狭き門、一方で、未経験者向けの枠は限定的です。大手金融機関、野村、大和などの新卒採用は、日本のトップ大学出身者でも落ちるほどの倍率です。新しい風、
ESG とテクノロジー需要。ここで外国人材にとっての商機があります。日本の伝統的なアナリストにはないスキルを持つ人材への需要が急増しています。ESG 投資の専門家、環境・社会ガバナンスに基づく投資判断は、欧米が先行しています。欧米基準の ESG 分析ができることは、日本市場で強力な武器になります。テク×ファイナンス、フィンテック。AI やビッグデータ解析、Python、SQL などを使って市場を分析できるクオンツ的なスキルを持つ人材は、引く手あまたです。20、転職と未経験採用、異業種からアナリストへの道。経験がないと無理なのか、と諦めるのは早いです。未経験からアナリストへの転職は戦略次第で可能です。未経験者が狙うべきニッチな入り口。大手証券のリサーチ部門にいきなり入るのは難しいですが、以下のルートが現実的です。中小独立系リサーチ会社、教育体制は大手ほど整っていませんが、ポテンシャル採用、実力よりも将来性を見込んだ採用を行うことがあります。専門性を武器にする、例えば、あなたが元エンジニアなら、IT セクター担当、元製薬会社の MR なら、ヘルスケア担当のアナリストとして、業界知識を評価されて採用されるケースがあります。これは外国人材によくある成功パターンです。成功への3つの鍵。資格で本気度を示す実務経験がないなら CMA、証券アナリストの一次試験合格や CFA レベル1合格などで最低限の知識と意欲を証明する必要があります。ネットワーキング、日本ではリンクトインも普及してきましたが、やはりエージェントの活用や業界セミナーでの人脈づくりが有効です。インターンシップ、学生や第二新卒であれば、無給であってもインターンで実績を作ることが採用への近道です。プロのアドバイス、転職エージェントは、金融特化型、例、コトラ、マイケル・ページなどを選びましょう。一般的なエージェントでは、アナリストの専門性を理解してもらえないことが多いです。21、広がるキャリア。アナリストのスキルが生きる関連職業。株、証券系アナリストの経験は、金融業界全体で通用する万能パスポートのようなものです。下記、表の通り、アナリストを経験した後、またはアナリストと密接に関わる関連職種です。日本で選ばれるアナリストになるために。最後までお読みいただき、ありがとうございます。この記事では、株、証券系アナリストという職業について、仕事内容から年収、辛い現実、そして就職戦略までを網羅しました。要点の振り返り、役割、投資家の意思決定を支える市場の翻訳者であり、羅針盤。魅力、1000万円を超える後年納と、経済を動かすダイナミックなやりがい。覚悟、激務やプレッシャーに耐えうる精神力と終わりのない学習意欲が必要。戦略、外国人材は語学力×専門性、IT や特定業界で差別化を図るべき。日本市場は今、変化の時を迎えています。かつての年功序列は崩れつつあり、実力のある人材には国籍を問わずチャンスが開かれています。もしあなたが数字の裏にある物語を読み解き、自分の洞察で世界と日本をつなぎたいと願うなら、今すぐ行動を開始してください。まずは、日本語の財務諸表を一社分読んでみる。CMA のテキストを本屋で手に取ってみる。リンクトインで日本のアナリストをフォローしてみる。その小さな一歩が、あなたのプロフェッショナルとしての未来を切り開くはずです。グッドラック。私たちは日本の金融街であなたと会える日を楽しみにしています。